ホテルを出て向かいたいとこがあったんですけど、携帯が使えないので、なぜか SIM カードが使えないので、とりあえず歩いてたら迷子になりました。わお、着きました。おお、いろんなことが起こりすぎて、まずなんだ、エスタいや違う、そもそもロンドンに着いてからめちゃくちゃ長蛇の列で、セキュリティチェックが長蛇の列で並んでからセキュリティチェックでなんか液体なんだ、コスメとかも含めて全ての液体ファンデーションとかも含めて全部なんか取り出されて、というか液体じゃないものも全部バッグの中から見られて全部出されてから、いくつかなんかボディーソープとか取られて、友達にもらったボディーソープ取られて、ワセリンも取られた。で
まあ空港で待ってる時は別に大丈夫だったけど、そっからなんだ1時間ぐらい飛行機が遅れてからのまあ、飛行機の中は快適だった。すごい7時間8時間ぐらいだけどすごいすぐに感じて快適だったけども、でご飯も美味しかった。でボストン着いて、最初にセキュリティチェックっていうかなんか何のために来たのみたいなやつで聞かれて、でなぜかオレンジの紙渡されて、てかやけになんか会話長いなみたいな思ってたら、オレンジの紙とパスポートをなんか持ってて、ちょっと人呼ぶからそこで待っててみたいな感じで言われて、で待ってたらなんかよくテレビとかで出てくる別室に連れてかれて、まあバッグの中とか一通り確認、いやその前に確認される前にいろいろ質問されて、みたいな。でエスタのやつか完成してないからエスタのやつがちゃんとできてないから、どうやってエスタ申請したのみたいな感じで言われて、でエージェンシーっていうかなんか、まあ、普通に詐欺られたやつなんか5000円ぐらい取られたやつに託してたから、まあ、結局お金はもらったけど、なんか代わりにやってくれる代行サービスに頼っちゃったから5000円ぐらい請求された挙句に、しかもまあ返金されたけど到着していろいろなんだ記入しなきゃいけないところは記入されてないからって言われて、めちゃくちゃいろいろ聞かれて、なんか前にも J1 ビザ取ったことあったけどそれは何とか、どこの高校だったとか、今の大学とか、あとここで友達に会うのは誰とか、友達の電話番号とか全部聞く。みたいな。でまあそれが終わって全部まあそこでも荷物見られて全部で返されて、でタクシーに乗って空港からここまで来たけど最初なんかいくらでもいいけど25ドルぐらいかなみたいな感じで言われて、絶対嘘、絶対詐欺られてるやんって思ったけども、20ドル渡しといた。まあいいや、もうそれは夕食代として。でホテルに着いてチェックインしようとしたら、なんか名前聞かれてパスポート渡して、予約されてないですねって言われて、怖い違うヒデトンかなみたいな思ったけど、秀明知ってるみたいな感じで言われて、お父さんが予約したんでそれでですかねみたいな感じで言ったら、みたいなOK、 じゃあなんかデポジットとして50ドルクレジットで払っといてもらって、なんだっけ、まあ何も多分ルームサービスとかかな、使わなければ後で返されるからみたいな。50ドルって思ったけど、まあいろいろあった。マジで疲れたもうドイツが恋しいまあでもすごいいい部屋だし、こんな機会はきっとないから、自分の旅を
楽しみます。以上です。おやすみなさい。ホテルを出て向かいたいとこがあったんですけど、携帯が使えないので、なぜか SIM カードが使えないので、とりあえず歩いてたら迷子になりました。タクシーを使って空港に戻ることもできるんですけど、昨日ぼったくられたので使いたくなくて歩いています。重すぎる。しかもすごい今日は暖かいので、いろんなとこ行きたいのに携帯がないと結構きつい。Oh, and I have this bag that's fucking heavy and doesn't, have the roll thing under, so like I'm just trying with me for the whole trip. I did nothing, like, it barely was supposed to be Starbucks, but it's obviously the backside of airport.